こんにちは、ゆうすけです。本日は木枯らしサウンドマジックのマッチボックスのレビューしていきたいと思います。本日ですね、ギタリストの長浜さんをお呼びしましてレビューをしていきたいと思います。お願いします。このマッチボックスとスウェルオブサイエンスはもうすでに長浜さんに実は以前からお渡ししていて、実践とかで使ってもらってると思うんですけど、今回の動画ではですね、長浜さんならではの俺の使い方という感じで、OK です。はい、こうしたらこういう感じっていうところですね、なんかいろいろピックアップして弾いていっていただければと思います。わかりました。はい。外観の紹介を簡単にしていきたいと思います。マッチボックスはですね、2つのチャンネルが搭載されたオーバードライブブースター形になっております。それぞれレッド、ゴールド2つのチャンネルがついております。レッドの方はファットでオープンなサウンド、ゴールドの方はスムーズでこう耳なじみがいいリッチなサウンドを目指して作られております。はい、コントロールの方をチェックしていきますね。一番気になるゲインとかドライブレベルはすごくわかると思うんですけど、そうですね、フレーバーってトーンじゃなくて、そうトーンじゃなくてフレーバーっていうふうになってます。一般的ないわゆるトーンコントロールではなくて、ドライブの値に対してこう変化していくような隠し味的な、それがこうフレーバーっていう名前で付けられているんですが、ちょうどそこにですね、制作者の古賀さんがはい、フレーバー、はい、トーンなのかなと一見思うんですが、これはトーンとはどう違った回路というか機能を持っていますか？通常のオーバードライブだとトーンっていうのは大体基本的にハイカット方式、一番全開にすると上が出てきて、絞っていくと広域が減っていくっていうタイプになっているのがほとんどなんですけども、マッチボックスのフレーバーの場合は基本的にその絞り切ったところでもこもらない状態になってまして、で変なそこがスタートラインとしていて、例えばドライブを上げました、その時にコンプレッションがちょっとかかります、で音量が上がったのでレベルでちょっと音量合わせをしますとした時に、レベルではなくて音抜きを良くするという方向にするためにフレーバーを上げると、音がちょっとオープンになって前に出てくるという形です。トーンだとこうね、01だと、使えないとは言えないですけど、もうちょっとこう調整が必要なポジションだったりはするんですが、前に出すためのなので上げ切ってもいわゆるカリカリした耳に痛い音ではなくて、絞り切ってもモコモコして前に出てこないような音にはならないという形になってます。トーンほど大きくは変わらないけど、本当その隠し味的な感じでどこも使えるポジションで全体の調整ができるような感じですかね。どっちから弾いていきますか？そうですね、基本、僕の音作りでは、ゴールドもフミッパっていう感じで使ってて、原因は割ともう下げがちなんですけど、場所、タイミングによっては、アンプによっては原因上げたまま使ったりするんですけど、フレーバーも少し下げた状態で、そうですね、レベルは結構上げてるんですね。上げてますね。じゃあ一旦これ単体の音を聞いてみましょうか。まずゴールドから。って感じです。これがいつものセッティング。そうですね。今は手元全開で、トーンも全開だったんですけど、曲中にバッキングと今みたいにクランチっぽいフレーズを入れたい時で、ここでコントロールしながらやってます、なるほど。もうフミッパで。そうですね。バッキングの時はちょっと手元絞りながら。このレッドチャンネルの方も、このノブの位置はいつもこんな感じで。そうですね。どういう時にいつも？リードで踏むと。そうですね。ソロだったりとかゲイン上げたバッキングしたい時に踏みますね。じゃあこのゴールドのチャンネルにプラスそうですね、レッドで踏み込むような感じですね。じゃあ一旦両方オンにする前にレッドだけでちょっと片方聞いてみたいですね。 OK です。あえてゴールドと同じ値にしてみるとどんな感じですか？レッドやってみましょう。ち
どうですかこの2つの音色。ゴールドの方はなんか発音がはっきりしてる感じですよね。なんか分離がいいイメージ。でも今こうやって同じセッティングにして聴き比べてみたらレッドの方はもうちょっとこうスモーキーな印象がありましたね。ちょっとこうコンプ感があって寄ってる感じっていうんですか。そうですね。またいわゆるこう TS 系とはまた違うそうですね寄り方ですよね。何々系にははまらないドライブなんじゃないかなと僕は思ってて、さっき組み合わせたパターンで一回やってみましょう。そうですね。分離感がすごくちょうどよくて、あとめちゃめちゃノイズが少ないですね。えぐいぐらい少ないです。外でこう現場で使ってた周りからの印象とかもあったりしますか？ああ、もうめちゃくちゃいい音ですねって、何使ってるんですかこれ何ですかみたいな見たことないんですけど。フレーバーがまた絶妙ですね。絶妙ですね。絶妙にフルアップもあえて、すごいすごい抜けますね。グッドマーク出てますこれまあ原因全開でも手元でちょっと絞れば多分バッキングとかも全然。同じ感じでレッドの方も、
ます。キレですね。キレッキレですね。全然違いますね。はい。ちゃんとスムーズな感じで使えて、上げていってフルアップしても、キレが良くなるってだけでこう耳が痛いとか、そうですね、ちょっと音楽的に使いづらいとかでは全くないですね。何かが減ってるとかもないですね。どの辺でなんかセンターになるっていうかのユニティみたいな。マッチボックスはご使用になられてるギターとアンプがもうすでにお気に入りのものがあって、でそのアンプの延長線というか両方ともギターとアンプのキャラクターを生かしたまま上げていきたいので、一番最初のセッティングはドライブとフレーバーは0の状態で、レベルを全開にするとわずかにちょっとブーストがかかったような状態になるので、そこを基準としていただいて、で必要な分倍音というかその歪みを増やしたければドライブを上げていって、でドライブを上げた分音量が上がった分をレベルで補正して、で音抜けは最後にフレーバーでどのぐらい良くするかっていうので調節していくので、ユニティっていうよりは一番最初のセッティングはドライブ0、フレーバーも0、レベルは全開というところが一応基本セッティングというかスタートラインですね。結構大事なセッティング方法ですね。そうですね。あんまりないですよね、他のペダルで。ないですね。大体いつもみんなセンターで、レベルちょっとクリーンとこう踏み替えながらこの辺かなからのセンターにいるトーンとドライブをこうじゃあそこから左右に振りましょうですけど、そうですね。マッチボックスに関してはドライブフレーバー0から始めて、レベルは割とこうマックスの状態でやってください。マッチボックスでもうこの色にしちゃうぞというか、この音にするぞということではなくて、ギターとアンプの音まずありきなので、なるべくその味付けをしないというか、ドライブも足さない、フレーバーも足さないなんですけども、でも当然オーバードライブというかブースターとして作っているので、皆さんその歪みは欲しいと、その場合は欲しい分だけ上げていくので、それで会場だとかアンプとかギターによってそれぞれ微調整をするという形ですね。ありがとうございます。ゆえにマッチボックス。そうですね。確かに。オーバードライブとも、ブースターともこうちょっとカテゴライズしづらい部分はあるんですけど、だから音で聞いてほしいっていう部分もありますね。こういう音がしますし、こういう使い方ができるんですっていうところからなんか入っていってくれたら僕は嬉しいなと。そうですね。何通りも音が作れますよね。長浜さんがいつもなんかライブとかスタジオでいつもこうしてますっていうセッティング。これがいつものそうですね。さんスタイル。そうですね。ファズと融合させることが多いっちゃ多いですね。すごくこうなんですかね、マッチボックスのこう受けが
しっかりこう保たれてる感じがあって、そこにファズみたいなこうギュッとしたものが入ってきても、しっかりサウンドが再生できてます。そうですね。だからすごい相性がいいですよね、他のペダルとも。個人的に気になったのは、今こうファズも突っ込んであげた状態で、ギターのちょっとこうボリュームとかやった感じとかって、そうですね。どういう反応の仕方になるのかな。絞るとブースター的な感じでも使えますし、もうちょっとこう地味変ごっこじゃないですけど、なんかそういうのもフルアップしたら全然いけると。ちゃんとボリュームにも反応してますね。そうですね。なんかあんまり他のチューブスクリーマー系とか、ケンタウルス系とか、そういうのではなく、自然な歪みだと個人的には思ってて、なんかアンプをこういい感じにプッシュしてくれるし、もっとゲインを足せばなんかディストーションライクな音も作れるんで、オーガニックなサウンド欲しい方はオーガニックなサウンド TSK だったら TSK の音になると思うし、自然な感じのサウンドが欲しい方はおすすめしますね。その表現は分かりやすい。ありがとうございます。気に入ったギターがあって気に入ったアンプがあるんだけど、それと合うオーバードライブがないって感じているのであれば、一回試してみていただきたいなという感じですね。先ほど言われたように既存の例えば TS を使いましたとか、クロンを使いました、他のいろんな有名なオーバードライブを使ってきたんだけども、そういう系なんかどこに属するっていうのがないので、いまいちちょっとピンとくるものがないっていう時に、逆に試していただきたいという形ですね。だから本当に TS もトランスペアレントも、あらゆるものをこう引いてきた人こそさらにこういうのもそうですね。一回触ってほしいですね。先日言われたのはギタークラフトの方にちょっとイベントで試していただく時だったんですけども、あくまでもギターとアンプを中心に考えた時に、そこに立つペダルはこういう形で作ったんですよって話をした時に、ビルダーの方が喜んでました。僕はこういう形でギターを作ってるのに、そのギターと違う方向にペダルで持っていかれてしまうことがないので、その自分が作りたいものをそのままプッシュしてくれる形で音が出てる感じがするのがいいっていうので言われてました。確かにオーガニックで優しいペダル、いいワードを使ってしまった。いいワード。ありがとうございます。というわけで、今回はマッチボックスを長濱さんに弾いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ斬新レコーズチャンネルの登録、高評価をよろしくお願いいたします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではありがとうございました。